バイアラン進化の系譜。 RX160 バイアランは1985年に公開されたアニメ機動戦士ゼータガンダムで登場し、宇宙世紀で初めて乾燥ユニットなどを使用せずに大気圏内の単独飛行を実現させたモビルスーツです。その独特な形状も相まって他の機体とは一線を画す印象を与えています。作中ではジェリドメサが登場し、ジェリドがライバル視しているカミーユリ団が登場するゼータガンダムとの戦いを繰り広げました。また後年にはガンダムユニコーンでバイアランカスタムが登場し、ジオン残党軍を圧倒する活躍を見せています。今回はそんなティターンズのロマンが詰まったバイアランと進化の系譜を解説させていただきます。宇宙世紀0087、ブレックス・フォーラ率いるエウーゴ、ジャミトフ・ハイマン率いるティターンズ、そして途中からはハマーン・カーン率いるアクシズ軍を加えた三つどもえの戦いであるグリプス戦役が繰り広げられました。この時ティターンズは大気圏内で制空権を取るためにアッシマーやギャプランなどの高価で大型の可変モビルスーツを運用していましたが、同時にサブフライトシステムの支援なくモビルスーツの形態のまま単独飛行ができる機体を可変モビルスーツよりも安価に製造するという角度からもアプローチを試みていました。グリプス戦役が開戦する以前の宇宙世紀0084、ティターンズは新兵器のトライアル計画である TR 計画を発動。モビルスーツに乾燥部品を取り付けることでどんな戦局にも対応できる兵器を開発していました。その一環として大気圏内の単独飛行を目的とした乾燥ユニットであるイカロスユニットを開発。単独飛行を成功させていました。しかし力技で無理やり単独飛行させた結果、パイロットへの負担が大きく、その負担は強化人間でさえも余命が縮むほどでした。その後イカロスユニットでのデータをもとにキリマンジャロ基地でパイロットへの負担を実戦投入可能なレベルまで軽減させ、完走することなく単独で大気圏内飛行を実現させた機体がバイアランとなります。しかし本機はまだ試作機であり、十分なテストを行うことなく実戦に投入されていくことになります。バイアランの特徴としては何といっても大気圏内で単独飛行を実現している点にあります。当時モビルスーツを可変やサブフライトシステムに頼らずに単独飛行させるためには、大水力で無理やり飛ばすかミノフスキークラフトを搭載するという2つの方法がありました。しかしこの頃の技術力でミノフスキークラフトを搭載するためには全高約40メートルもあるサイコガンダムのような巨大モビルアーマーが必要であり、バイアランのような頭頂高 18.6 メートルしかないモビルスーツサイズに搭載できる小型のミノフスキークラフトは存在しませんでした。なお一般的なサイズのモビルスーツへのミノフスキークラフト搭載が初めて実現したのは宇宙世紀0105に登場したツシーガンダムとなります。そのため本機は大水力で無理やり飛ばすという方法で開発されています。そのため両肩両脇背部の3カ所に存在するスラッシャーは従来の熱核ロケットエンジンの推力だけではなく熱核ジェットエンジンの推力を併用することで単独飛行を実現させています。また熱核ジェットエンジンをロケットエンジンに換装することで宇宙での運用も可能です。ただこの推進機の仕組みがゆえにメンテナンスが煩雑で開発コストも高くなってしまいました。さらに飛行するために必要なものを限りなく省いたために推進剤の積載量が少ないので長時間の飛行はできません。そのため作中では推進剤節約のために作戦空域までサブフライトシステムで移動する場面も見られます。可変モビルスーツのように短期で長距離を飛行して任務を遂行するレベルにまでは至っていなかったようです。他にも機体を火力するために装甲も軽量化が図られており、防御面で不安が残ります。さらに本機はマニピュレーターが独特な3本のものになっているため、一般的なビームライフルやバズーカなどの兵器を携行することができません。そのため汎用性が低くなっており、試作機の息を出ませんでした。武装としてはまずビームサーベルを持ちます。本機のマニピュレーターの形状に合わせた独特なデザインになっていて、上腕の内部に収納されています。また前腕部にはメガ粒子砲が内蔵されています。高出力のビーム兵器で同時期の主力モビルスーツであるマラサイやハイザックなどの装備するビームライフルと比べると約2倍の出力を誇ります。作中では
アポリーベイのリックディアスを一撃で撃破するほどの威力を見せています。また、内蔵兵器という特性から、腕の可動域内であれば、自在に発射角を変えることができるという利点を持ちます。しかし、本機は、バルカン砲などの牽制武装を所持していないため、牽制射撃を行うことができず、さらに、ビームサーベルとメガ粒子砲を同時に使用することはできないため、ミサイルなどが迫った場合には、メガ粒子砲で全て撃ち落とすか、ビームサーベルで全て切り捨てるか、全て避ける必要があるという欠点もあります。作中では、第36話で初めて登場しました。キリマンジャロ基地に現れたゼータガンダムを迎撃するため、ジェリドが、まだテストが不十分で正式な塗装もされていない状態の本機に無理やり登場して出撃。空中戦が売りの本機ですが、体当たりをゼータガンダムにいなされて地面に激突。その後フォウ村雨を説得しているゼータガンダムに不意打ちを仕掛けるも、それを察知したフォウがゼータガンダムをかばい、誤って味方であるサイコガンダムの頭部コックピットをビームサーベルで貫くという大失態を犯してしまいます。その後宇宙に上がるシャトルを迎撃しようとするも、サブフライトシステムに援助してもらっており、作中では本機の売りである単独飛行の性能が十分に発揮されることはありませんでした。しかし、宇宙に上がり、熱核ジェットエンジンを熱核ロケットエンジンに換装してからは、しっかりとした活躍を見せます。まず、第44話では、ゼータガンダムの発射したグラネードランチャーを、スラスターの熱で迎撃したり、ハマーンのグワダンに攻撃を仕掛けて損傷させたり、ゼータガンダムのシールドを切断するといった戦果を上げています。また、第45話では、ファー・ユイリーのメタスをかばったアポリー機をメガ粒子砲で撃墜しました。49話で、ジェリドがバウンドドッグに乗り換えてからは本機は確認できていませんが、第48話では、ベコアロンドのパラスアテネの両機として3機確認できます。そのため、試作機ではあるものの、ジェリド機を含めて4機ほど製造されていたようです。なお、劇場版ゼータガンダムでは、フォウがベン・ウッダーに撃たれて死亡するシナリオになったからか、本機の地上戦はカットされ、初登場も、ゼダンの門での戦闘からに変更されています。また、漫画版機動戦士ゼータガンダムでは、宇宙で、シロッコが本機に登場する様子が見られます。他には、ゲーム、有志エンゲージで描かれたキリマンジャロ攻防戦では、ゲーツキャパがバイアランに登場し、シャアがカルディデやアムロがカルリックディアスと激闘を繰り広げています。このように、アニメ版ゼータガンダム放送当時は、バイアランは空中戦が得意な機体なはずが、ジェリドの地上戦への適応が間に合わなかったのか、地上では活躍があまり見られませんでした。しかし、UC エンゲージ版では、バイアランの軽やかな空中戦闘力の高さに、アムロとクワトロが驚いており、宇宙での戦果も含めて考えると、本機は、モビルスーツとしての完成度が高い機体と評価してもいいのかもしれません。そのためか、グリプス戦役時は、試作機が数機製造されたのみにとどまったバイアランですが、後年には回収機が複数確認されています。まず RX160X アパラタスについてです。本機は読者参加型ゲーム機動戦士ガンダム G ストラテジーに登場する非公認の機体で、ティターンズからエウーモに転向した技術者らによってバイアランを元に開発された高機動型モビルスーツとされています。前後などの詳細なデータは見当たらず、機体性能がどれほど変わっているかは確認できません。特筆すべき変更点は、武装にサイコミュ兵器が搭載されたことです。本機は背部に搭載武器としても無線誘導としても使用可能なサイコミ誘導式メガランチャーを4門装備しており、簡易的ながらもオールレンジ攻撃が可能です。そのためバイアランよりも高火力を獲得しています。ビームサーベルはバイアランから変わらず両腕に内蔵されているものの、メガ粒子砲の設置箇所が両腕部から胸部に変更されているので、ビームサーベルを構えながらメガ粒子砲を撃つことができるようです。次にバイアラン作業用についてです。本機は漫画アドバンス・オブ・ゼータリブートガンダムインで黒ウサギの見た夢に登場するバイアランの回収機です。普段は火星での採掘作業やパイプラインの建設などに用いられる重機のような存在で、バイアランの特徴である剣部や背部のスラスターは取り外されており、飛行することができません。宇宙世紀0091 10月に火星で起こったインデの翼奪還作戦である輝ける星作戦で、チェスタージュニアの蒸気として使用されており、ハイザック飛行型などと戦う様子が見られます。
次に RX160S バイアランカスタムについてです。本機は機動戦士ガンダムユニコーンや漫画機動戦士ガンダムユニコーン星月のかけらなどに登場するバイアランの回収機で2機が製造されています。既存のパーツを組み合わせて回収され、1号機は動作の検証をするためのテスト機、2号機は完成機として製造されていきます。ガンダムユニコーンに登場した1号機はアニメ内ではパイロットが不明だったものの、漫画版でかつてティターンズでドナスターという名でバイアランを狩り戦っていたリエス・ロビンがパイロットと明かされています。また2号機のパイロットはビア・キャトリアムが務めています。この2機はディエスの提唱したモビルスーツ単独対空能力向上計画によりトリントン基地で完成しました。本機は両肩部の熱核ジェットエンジンに追加ユニットを設置したり、背部にプロペラントタンクとスラスターを設置することでバイアランの問題点であった滞空時間の低さを解決しているので、長時間飛行が可能になりました。またティターンズの機体をそのまま使用することへの抵抗から連邦軍の要望でメインカメラの形状が元のモノアイから連邦軍らしいバイザー型へと変更されています。そのためバイザーの中にガンダムのようなツインアイとモノアイが併用されています。しかし一方で地球連邦軍の正式なサポートはなかったので、トリントン基地の現存の技術を駆使して改修が行われており、両腕部にはガブスレイの逆部クロー、かかとにはバウンドドッグの逆部クローが転用されています。そのためティターンズモビルスーツのキメラや力を持ちながら殺生を嫌う神獣キリンとも呼ばれています。1号機の武装としては両腕部のメガ粒子砲とクローアームの2種類のみとなっています。メガ粒子砲はバイアランよりも出力が向上し、速射性にも優れています。こちらはビームサーベルとしても機能し、前腕部と一体化しているため、バイアランの特徴的だったマニュピュレーターは取り外されています。機動戦士ガンダムユニコーンではトリントン基地を襲撃してきたジオン残党軍と戦い、最新鋭のゼーズールを含む多数のモビルスーツを次々と撃退しました。漫画星月のかけらではこの時ジオン残党のザクマリナーに格納庫を発見されて起動前に撃破させられそうになりますが、2号機パイロットのビアの起点でどうにか発進することができる様子が描かれています。アニメ版では最後はヨングカークスのザク1スナイパータイプの狙撃を背部に受け撤退しますが、漫画袖付きのキツキチョウはシウタウでは無事に帰還してその後も活躍する様子が描かれています。格納庫の天井を突き破って飛翔し、モビルスーツを次々に撃破する姿から本機のポテンシャルの高さや対空能力の向上というコンセプトの優位性が見て取れます。2号機に関しては漫画星月のかけらで登場した際は1号機と同じ外観でしたが、後に完全版となるべくさらなる改修を受けます。コックピットは当時最新のものに換装、ギャプランのバインダーを改修したムーバブルバインダーを背部に装着、腕部を通常のマニュピュレーターに変更しクローアームを撤廃、かかともクローではなく通常のものに変更されました。腕部はクローアームを排除した代わりにエアロアーマーと呼ばれる対ビームコーティングを施したシールドを装備しています。エアロアーマーは高速巡航形態時に空気抵抗を軽減する役割も担っています。なお人部にギャプランの追加ブースターを装着することで高高度での運用も可能となっており、まさにバイアランのコンセプトである大空を掌握する機体として完成しています。武装としては両腕部のロングライフルと背部ムーバブルバインダーのビームキャノンのみですが、ロングライフルはビームサーベルとして使用することもできます。漫画星月のかけらではトリントン基地が襲撃された際に1号機の発進を援護するもエラーが生じて基地の防衛に当たることはできませんでしたが、漫画袖付きのキツキチョウはシウタウの作中では完成機として登場し、ジオン残党を空中戦で圧倒する様子が描かれています。次にバイアランカスタム2号機バンデシネ版についてです。本機は漫画機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネでリディ・マーセナスの上機として登場した機体です。カラーはバイアランに近い配色ですが、機体性能や武装はバイアランカスタム2号機と変わりありません。作中ではトリントン基地でロンドベル隊のラーカイラムの補充戦力として正式に配備され、大破したデルタプラスに代わってリディの上機となります。ジオン公国軍残党の鎮圧任務に参加しますが、オードリーを助けようとするバナージのユニコーンガンダムを敵とみなし戦う様子が描かれています。
最終的にバンシーに切り刻まれて大破しました。次にバイアラン・イゾルデについてです。本機は機動戦士ガンダムトワイライトアクシズに登場するブッホコンツェルンの施設部隊バーナブ所属機です。バイアランカスタムが大気圏内飛行能力の向上を目指したのに対して、本機は宇宙空間における機動力の向上を目指しているので、熱核ジェットエンジンは全て熱核ロケットエンジンに換装されています。またバイアランカスタムと比べると、背部のプロペラントタンク付きスラスターや両肩部の追加ユニットなど似通った箇所が多く見られます。しかし腕部はバイアランと同様のマニュピレーターが採用されていたり、脚部形状がバイアランとほぼ同じになっているなど、バイアランとバイアランカスタムの中間のような形状をしています。なお頭部はガンダムタイプの形状でツインアイになりました。武装としてはバイアランと同じくメガ粒子砲とビームサーベルを装備しています。トワイライトアクシズの作中ではバルター・フェルモが登場し、ダントン・ハイレッグと激戦を繰り広げます。アニメ版では赤いザクスリー・カイと交戦、漫画版では R ジャジャと交戦しますが、いずれも退けられています。次に盗賊のバイアランについてです。本機は漫画機動戦士クロスボーンガンダムダストに登場する機体です。作中の第1話でサイド6の27番地コロニーを襲撃した強盗団のリーダーのモビルスーツとして登場しました。この作品は機動戦士ビクトリーガンダムから15年後の宇宙世紀王168を描いており、社会全体として技術力が低下してガンダムというものの認識が曖昧になっていたため、機体の顔のみをガンダムのような形状にすることで敵を威圧することができました。そのためこのバイアランも顔の形状がガンダムのようなバイアランとして描かれています。また技術力が低下したためビーム兵器が希少な存在となっていたこの時代では、ビーム兵器を有するこのバイアランは機体としての能力は高かったようです。腕を伸ばすというギミックを搭載しており、アッシュのアンカーと空中戦ではなく肉弾戦を繰り広げますが、アンカーに頭部を破壊されて沈黙しました。次に橋バイアランについてです。本機も漫画機動戦士クロスボーンガンダムダストに登場する機体で、戦闘用のモビルスーツではなくバイアランを元とした土木作業用のモビルワーカーです。工事現場で自身が両肩と頭部をつなげて一本の丈夫な橋に変形して人や車の移動を助ける重機という設定がありますが、作中では雇う鉄モグラ団の一員として一瞬登場したのみでした。宇宙世紀王168は技術力が低下してモビルスーツくらいしか資源がなかったことから、モビルスーツですが工業用のモビルワーカーとして使用されていました。同様の役割を持つ機体としてハシメタスやリフトハイモックといった機体も登場しています。橋バイアランは形状こそバイアランに似ているものの、最大の特徴である熱核エンジン群は見当たらず、武装も見当たらないので完全に作業用として存在していたようです。ということで以上、バイアランの系譜についてでした。大空の覇者を目指して開発されたはずが可変機が主流になり、後年にはチーガンダムのようなミノフスキークラフト搭載機も出てきたことで、生産数は少数にとどまった機体ですが、モビルスーツ形態のまま自在に空を飛ぶというコンセプトは一部の者たちを魅了し、高い戦果を上げました。特にアニメ版ガンダムユニコーンでバイアランカスタムが空を自在に飛び回り敵を圧倒していく姿に惹かれた方は多いのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。